石川文江さん当時16歳、爆心地から4.1キロの自宅の庭で農作業中に被爆しました。翌日、土橋方面に学徒動員に出ていた弟を探しに出ました。戦後結婚し、2人の娘さんを育てました。ちょうどね、飛行機をね、飛行機が2機飛んでましたから、ちょうど弟を、当時3歳ぐらいの弟、3歳でしたかね、弟を連れて外に出て飛行機を見ておりました。飛行機を目で見えたってことですか？そうです。ちょうど10センチぐらいの白い飛行機が2機ね、壁の方面に向かって飛んでおりました。はい。その後どうなりました？それでね、それをずっと家の屋根に隠れて見えなくなるまで見てて、くるっと広島の方へ向いた途端に目の前で炸裂したんですね、原爆が。もうほんとそれは振り向いたのと一緒でしたもん。だから目の前で原爆の炸裂を見たわけですね。何が見えたんですか？ちょうどね、近くでほんと雷が近くに落ちたようにパーッと火の海になって、それからすぐ下をこう向きましたらね、ちょうどセロハンの黄色とオレンジを一緒にしたような色でこう覗いたような地面の色でしたね。ちょっと太陽の光も陰った感じで、そういう感じにオレンジ色のような黄色いような地面に見えましたね。パッと下を向きましたら、その時にパシッと音がしただけ音は聞いたんです。そしてなんかピリッとなんか砂ぼこりが来たか、ピリッと砲がしたのを覚えてますね。はい。その時ご家族の皆様はどうしていらっしゃいました？ちょうど8時、過ぎですよね。8時頃父も母も家は農家ですから、ちょうど一仕事して涼みに帰ったところだったんです。それでちょうどその時に生まれてまだ2ヶ月ぐらいになる妹がおりましてね、母はその妹にお乳を含ませてたんですよ。それも軒下のね入り口のところに腰掛けましてね、父と母が腰掛けて赤ちゃんにお乳含ませ飲ませてたんです。暑さは感じましたですか？暑さはただ暑いなんかピシッとした感じがしたのは覚えてますけど、熱々いうような感じは分かりませんでしたね。その後何か周りは変化しました？そうですね。それから私すぐ庭の方へ退避しましてね、ちょうど門の戸庭の行く方の戸を開けましてね、そして庭の築山の陰に隠れて、それからまたごそごそ張ってそこにあった防空壕の中に入ったんです。そしてもう目と耳を覆いましてね、そして口を開けてもしばらくそうして防空壕の中にいたんです。そしてしばらくしてこう防空壕から出てみましたら、もう家はもう柱だけになってるんですね。中は全部建具なくなって、それから天井は吹き上がって、もちろんなんですね、もうごちゃごちゃですね。住めるような状態じゃなくて、長塚の方で。で柱も角の方はちょっと折れたりしてましたし、もうタンスもひっくり返ったようになったり、大きな仏壇があったんですけどね、そんなのも全部ひっくり返ってましたよね。それは分からなかったんですか？その時初めて気づかれた？防空壕からのそのそっと
それからしばらくして出てきた時に初めて知ったんです。だから楽譜も音も全然聞いてないんです。わからないんです。ちょうどその時に親戚のおじが近くに住んでおります親戚のおじが家の中に涼んでましてね、でうちはちょうど本家だもんですからね、本家に爆弾が落ちた言うて大きな声でおらんで帰られたんですよ。で近所の人が後からここへ爆弾が落ちたんじゃそうなねでやってこられたりしてね、大笑いだったんですけどね、うちじゃないいうことでね。自分の家がどうなったか分からず、とにかく石川さんのお宅が落ちたから他のうちにも爆風でどうかなったぐらいに思ったんでしょうか。当時石川さんのお宅はご家族何人だったんですか？ご兄弟合わせて。そうですね、兄弟が7人でした。それから父と母と祖母とおりましてね。広島市内には何人いらしたんですか？広島市内にはね、私のつい下に女学校4年生の妹がおりました。それからその下が中学2年生の弟がおりました。そのお二人はどうされました？その妹の分は大津の方で中電の方へ勤めてまし勤労奉仕でね行ってまして、だからまだそこへ行く途中の路上で後ろから原爆にあったわけですね、大津の方で。それから弟は家屋疎開でね天神町の方に動員されてましてね、これが結局8月6日の晩に亡くなりました。それで8月6日の日にですか、はい、弟さんを探しに広島市内に入った？いいえ、8月6日はもう火の海で広島へ入られませんでした。もう近づくことできませんでしたから、夜もずっと燃え続けたんですから、はい、炎は見えてました？もう明るくて、もう真っ赤にもう広島市全体がもう燃え上がってるんですからね。そして長塚から見ましたら向かい側の牛田の山ですけど、牛田の山がまだ燃えてるんです。山も燃えてるんですよね。もう本当まだ夜はもう怖くて、もう本当外は明るいぐらいに燃えてるんですから、どうすることもできません。7日の朝になりまして、まず妹が帰ってきました。それは霞町の方へ夜泊まりまして、それから相生橋の真ん中を相生橋を通って帰ってるんです。ずっとね、日赤の方からずっと相生橋の方を通って、それからずっと歩いてね帰ってきました。でやれやれ妹は帰ったから思ってまして、今度は弟が早く帰らないかな思ってもなかなか帰りませんでね、それから分家のおじと2人で探しに行きました。どこか倒れてるんだら大変なことになってるらしいから言って、じゃあ行こういうことで探し歩くのに市内をね東海地の方から天満町の方からずっと歩き回る時に、いろんな光景を見ましてね、道端にたくさんまだねやけどの亡くなった人がたくさん転げとってんですよね。それを救護の人が第8車へ積んじゃね、ロープをかけてから人間をそれこそ物を積むように積んでね、丸田んぼを積むかのように何人も積み上げてね、やけどでピーンとしたのをねちょうどマネキン積んだようなんですから、そんなのをね何人も積んで山のように積んで、そしてロープをかけて引っ張って行くんですから、あんなの見ましたらね、もうその時は何にも感じないんですね。もうただうつろな目でパーッと見てるだけのような気持ちです。描かれた絵がこの絵だっていうふうにちょっと伺ってるんですけど。これは
そうですね、小の小学校がね、被災者やけどなんかして怪我された人のね収容所になってたんです。ちょうどここで弟の仲のいい友達がね上がり花で亡くなってるんです。どの方ですか？この方じゃないか思うんですけどね、ここの方じゃないか思うんですけど、何さんとおっしゃる？バン君ですけどね、やっぱり隣の町のね友達でね仲良く学校へね一緒に行ってたんです。それからこれはこう上がる廊下へね上がるところですけど、ここ上がりましてね、もう本当に足の踏み場もないぐらい教室の中はねむしろが引いてありましてね、そしてやけどの人が本当にびっしり並べられてね、ひっつくように並べられて、そして本当に息絶え絶えの人ばっかりですよね。亡くなったような人もあるわけですよ。そして水をちょうだい、水言ってか細い声でね、そしてうめき寄られるんですよね。苦しそうにね。で水言われるのをね、当時その救護に当たっておられる警防団の人がね大きなやかんに水を入れたのをねやかんから上に向いてこう口を開けてパーッとね寝かされてるでしょ。もちろん全部裸ですよ。やけどでねその口の中へねついで回られるんです。大きなやかんからザッサッサッサね。そんなようなので全然分かりませんけど、それでも一人一人をずっと見て歩きました。教室が下の教室が全部ね、もう教室言いましても全然あれは建具はないんですから、ガラス窓も何にも。もう一人一人顔を覗きながら。もうどういうんですかね、またぎながらね手や足を踏まないようにこう足のやり場に気をつけながらねまたいでずっとこう探して歩きました。どうやんでしょうね、地獄絵図いうんですかね、本当に何とも口では言い表せませんよね。もうピーンとマネキンになったようなのが転げとっちゃったりね。マネキンって言いますと？全然あれですね、シワがなくて、マネキンがシワがないでしょ、つるつるねピーンとなってますでしょ。ああいう格好でね笠棚に持たれたりしてねそのまま亡くなっとられるんですよね。弟さんは最後には結局どちらで見つかられたんですか？最後はですね御嶽のあれは天神山いうんですかね、なんかそういう御嶽の山でした。それはもう連日探し歩いて？探しても分かりませんでしたけどちょうどやっぱり一緒に通学してました友達がね一人かろうじて家までたどり着いた友達がおりましてね、それが死なれる前にね亡くなる前に河本君はどこそこで亡くなったあそこで亡くなったんで小犬まで逃げて、それから今度は御嶽の山までねずっと逃げたんだけど河本君はあそこで谷川の水をねきれいな水を飲みたいだけ飲んで、そしてお母さん言いながらねその晩に亡くなったって、そういうこと聞きました。友達が亡くなる時にそう言われたから家の方がね言ってきてくださいましてね。8月の何ですか？
何日ですかね。原爆から4日か5日かぐらい経った後だったと思います。それから弟とおじ弟じゃなくて父とおじが車を引っ張って行って遺体を取りに行ったわけですけども、弟は丁重にねお布団にくるまって、そして深く掘ってね埋めてあったそうです。そしてお線香じゃなくてお花が立ててあったそうです。それはもう石川さんは私はもうその時はねもう疲れ切ってねなんだかよう行きませんでしたけど、父とおじがね行って、そして掘り出して連れて帰りました。もう本当にまあむごいね思いましてね、本当に何とも言いようがありませんでしたね。唖然としましたね。その傷ついたその体を見ましたらね、もうすごくこうもう腫れてましたけどね。でも口元とか髪の生え際とかねこの歯並びとかそういうところはそのまま残ってましたから。手の方でもねすごく傷をしましてね、で足なんかはもう親指がこうちぎれて取れそうになってたりね、もうそりゃ顔は割と口の方がちょっと裂けたようになってましたけど、耳もちぎれてねどうかなってたようですけど、割と姿はねそのままで、元気な弟でしたからまだあそこまで逃げられたんだろう思いますね。一緒に友達同士が一緒に逃げてって、バン君が先にねあそこで漕いで亡くなって、そして弟は御嶽で亡くなって、もう一人の弟はかろうじて祇園まで帰ったんじゃないかな思いますけどね。もうちょっとのところまで来てね帰りたかったろうな思います。長塚言いましたらねもうすぐですのにね、もう親のところへ帰りたかったら思いますけどね。でも水をねでもきれいな谷川が流れているそうでしてね、そこの水をね河本君はもうガブガブ飲みたいだけ飲んで死んだよって言ったそうです。お母さんはだいぶ嘆かれたでしょうね。そうですね、すごく母はね悲しかったと思いますけど。石川さん昔の記憶はですね、はい、今も頭の中にありますか？いえ、それがねもうだんだんとね記憶がだんだん薄れていくんですね。もうはっきり覚えてましたのにね、あそこではああいう光景だった、ここではこう何時頃はどうだったってもう本当よく覚えてましたけどね、だんだんと忘れてきますね。もう記憶もね定かでないいうところも多いんです。悔しいですね。そうですね。もしねあの時写真機でもあってなんだったらもうねあんなの写しといて後世の人にねこんなひどい目にあったのにいうことをねですけどなんですね。怖いですね原爆はね。ただの一発でねあれだけの人が一瞬になったんですから、二度とねああいう怖いことがあってはいけない思いますね。もう人間のこしらえたものでね人間があれだけひどいことになるんですから。